まずは今年の夏最もリピートしたトマトと玉ねぎの万能甘酢だれを紹介します。トマトは通常のトマトでもミニトマトでも大丈夫です。先にタレの調味料を保存容器に用意しておきます。ごま油大さじ1、酢大さじ1、醤油大さじ1、甜菜糖小さじ1、生姜とニンニクチューブを各3センチ混ぜ合わせます。野菜をカットしていきます。玉ねぎはみじん切り。タレの容器に入れます。ミニトマトは粗みじん切り。大葉も粗みじん切り。しっかり混ぜ合わせて完成です。冷蔵保存で 2,3 日以内に食べきります。このレシピに一番合うのは鶏もも肉。シンプルに焼いた鶏もも肉にたっぷりかけます。本当に何と合わせても美味しい万能のタレです。トマトと長芋とわかめの中華風和え物を紹介します。乾燥わかめ大さじ1を水で戻しておきます。トマトはくし切り。長芋は皮を剥いて薄めの半月切りにします。保存容器に酢大さじ1、ごま油小さじ2、醤油小さじ2、甜菜糖小さじ1、鶏ガラの素小さじ3分の1。よく混ぜ合わせます。長芋とわかめを入れて一旦混ぜ合わせる。最後にトマトを加えて優しく混ぜたら完成。冷蔵保存で 2,3 日以内に食べきります。このレシピは水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂取できて腸内環境を整えてくれます。次は大好きなオクラを使って2品紹介します。まずはちくわオクラです。ネットでこすり洗いして産毛を取ります。オクラを水にくぐらせたらレンジ600ワットで30秒加熱。汚れの強いヘタの部分を切り落としてガクを落とす。ちくわに差し込む。輪切りします。保存容器に醤油小さじ1、大人のおつまみならわさび小さじ2分の1、大人も子供も食べるならマヨネーズ小さじ1、よくなじませて鰹節をたっぷりとまぶして混ぜ合わせたら完成。冷蔵保存で 2,3 日以内に食べきります。オクラに含まれるムチンが夏バテで弱った胃腸を保護してくれて、豊富なカリウムがむくみを解消してくれます。ささみとオクラの梅ポン酢和えを作ります。オクラはネットでこすり洗いして産毛を取る。ささみを耐熱容器に入れます。酒大さじ1。なじませたらふんわりラップしてレンジ600ワットで2分加熱。ひっくり返して再度2分加熱します。粗熱が取れるまで待つ。
汚れの強いヘタの部分を切り落としてガクを落とす。オクラを水にくぐらせたらレンジ600ワットで30秒加熱。輪切りします。細切りにする。梅干しは細かく叩いておきます。粗熱が取れたらささみを手で裂く。カットしたすべての食材を入れて、ポン酢大さじ2、ごま油小さじ2、最後に鰹節を1つかみ、よく混ぜ合わせたら完成。冷蔵保存で 2,3 日以内に食べきります。メインのおかずにしてもよし、タンパク質が足りない時に副菜に添えるのもよし。旦那さんがあんまり好きじゃないのでまとめ買いしないように心がけているのですが、ついつい特売で買ってしまうナス。そんな旦那さんも気に入って食べてくれた2品を紹介します。まずはナスチーズです。ナスは半分にカット。調味料が染み込みやすいように格子状に切り込みを入れます。5分水にさらしてアク抜き。ナスが入る保存容器に醤油小さじ1、みりん小さじ1、にんにくチューブ3センチ、顆粒コンソメ小さじ1/2、よく混ぜ合わせます。格子状に切り込みを入れた側を下にしてふんわりラップしてレンジ600ワットで2分加熱。チーズを乗せてトースターで焼き色がつくまで焼く。ナスと厚揚げのレンジ煮です。ナスは乱切り。5分ほど水にさらしておく。厚揚げは三角形に切ります。熱湯をかけて油抜き。全体さっと混ぜたらお湯を捨てます。水 100ml、 醤油大さじ2、甜菜糖小さじ2、顆粒和風だし小さじ1、生姜チューブ小さじ1/2、調味料をよく混ぜ合わせて600ワットで4分加熱。一旦取り出して軽く混ぜ合わせたら再度4分加熱。粗熱が取れるまで待って冷蔵庫で冷やして味を染み込ませます。冷蔵保存で 3,4 日以内に食べきってください。夏の定番きゅうりのレシピを2つ紹介します。ヨーグルトと味噌だけで作るきゅうりと大根のぬか漬け風です。きゅうりの両端を切ってヘタをこすり合わせてアク抜きします。斜めにカット。あまり薄く切ってしまうと歯ごたえがなくなってしまうので少し厚めにスライスしています。大根は半月切り。大根も保存袋に入れたらプレーンヨーグルト大さじ2、
味噌大さじ2、顆粒和風だし小さじ1、鰹節1つかみ、よくなじませます。空気をしっかり抜いたら冷蔵庫で最低 2,3 時間つけておきます。味見した感じ、もう少しつけてもいいかなと思ったので冷蔵庫で寝かせます。一晩寝かせて味見したらいい感じだったので、つけ汁から出して冷蔵保存 4,5 日以内に食べきります。きゅうりの一本漬けを紹介します。きゅうりの両端を切り、ヘタをこすり合わせてアク抜きする。調味料を染みやすくするためにピーラーで皮を剥きます。保存袋を用意してきゅうりを入れる。水 80ml、 ごま油大さじ1、醤油小さじ2、みりん小さじ2、甜菜糖小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2。大人しか食べない場合はニンニクと鷹の爪を入れるのがおすすめです。調味料をしっかりなじませます。しっかり空気を抜いて口を閉じたら冷蔵庫で一晩つける。旦那さんに食べてもらったところ、いつものピリ辛が好きと言われてしまいましたが、これを食べるとじんわり体が涼しくなっていく感じがします。残った分は冷蔵保存して 3,4 日以内に食べきります。ここからは夏野菜何使っても OK なレシピ。まずは夏野菜と鶏肉の南蛮漬けを紹介します。鶏胸肉はそぎ切り、片栗粉をまんべんなくなじませます。薄く油をひいて両面焼き色がつくまで焼く。ナスは斜め切りして水にさらしアク抜き。玉ねぎはスライス。アク抜きしたナスの水分を拭き取ったらフライパンで両面焼き色がつくまで焼く。ミニトマトは半分にカットしてバットに入れる。水 150ml、 酢 70ml、 醤油大さじ2、甜菜糖小さじ2、顆粒和風だし小さじ1。甜菜糖が溶けるまで加熱します。バットに流し入れる。
2、3日以内に食べる場合は水菜を追加するのがおすすめ。ラップして冷蔵庫で1時間程度冷やしたら完成。水菜を入れた場合は冷蔵保存で2、3日以内、水菜なしの場合は3、4日以内に食べきるようにしてください。最後は夏野菜のカレースープです。玉ねぎはスライス、ズッキーニは半月切り、ピーマンは細切り、ミニトマトは半分にカット、ニンニクはみじん切りします。鍋にオリーブオイル大さじ1、ニンニクを入れて香りが立つまで加熱します。鶏もも肉を加える。玉ねぎとズッキーニを加えます。カレー粉大さじ 1.5、 片栗粉小さじ2、顆粒コンソメ小さじ2。映像がなかったのですがケチャップ大さじ2を追加しました。沸騰したらミニトマトを加えて 1、2分加熱。チーズをかけたら完成です。粗熱が取れたら冷蔵保存で3、4日以内に食べきるようにしてください。今年の夏、一つ楽しみにしていた予定があって、先月東京に行ってきました。それが久石譲先生のジブリコンサートでした。母からよくもうあんたはトトロを見せたらすぐ泣き止むからいっつも流してたよと言われるぐらい昔からジブリ映画が大好きで、中でも久石先生が作る曲とピアノ演奏の大ファン。東京で会社員をしてた頃、一時期電車に乗れなくなってしまった時期があって、でも会社には行かなければいけないという状況の中、人の少ない始発に乗ってそれでもパニックになりそうな時は久石先生の曲を聴いて大丈夫大丈夫と言い聞かせて乗り切っていました。当時の私にとって本当に救いで、今でも自分の気を落ち着かせるお守りのような存在です。たまたま今年日本でジブリコンサートが開催されることを知り、応募したところ見事当選したので、東京ドームで生の演奏を聴いてきました。公演中は終始涙が止まらなくて、ジブリの思い出と曲との思い出と感謝の気持ちでいっぱいになって、もう最高の時間でした。久しぶりに東京に行ったのですが、人の多さに圧倒されてしまって、もうコンサートに行って帰ってホテルで寝るだけという感じでした。帰る前に唯一寄りたかった本屋さんには寄れて、もう大満足して電車に乗り込みました。特急列車でそのまま最寄り駅まで帰る予定でしたが、まさかの乗り物酔いをしてしまい、途中で下車する羽目に。もうそんな私の様子をリアルタイムで見てたかのようなタイミングで、旦那さんからどこか迎えに行こうかと連絡が来て、事情を説明して迎えに来てもらい、無事家に帰ることができました。結果的に家族に迷惑をかける旅行にはなってしまったのですが、あの東京ドームで過ごした3時間は夢のような時間で、一生の思い出になりました。
ちょうど今世間的にはお盆休みの時期かと思います。皆さんにも素敵な夏の思い出がたくさんできますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。